野菜セットを丸ごとお料理してみました。皆さんこんにちは。お知り合いから野菜セットをいただいたんです。自然栽培のお野菜だそうです。もちろん無農薬。嬉しいですよね。こんなプレゼントってとってもありがたいです。今日はその野菜セットを全品使ってお料理してみました。野菜の美味しさを味わうなら野菜のポトフですよね。蒸し煮なら野菜の甘みと旨みだけでだし汁はいりません。ほうれん草を茹でるって面倒な時ありますよね。そんな時はこのやり方、体にあんまり入れたくないシュウ酸と言われるアクも除くことができます。卵と合わせればボリュームたっぷりの一品が。小松菜は炒めてからだし汁につければ翌日も色鮮やかな常備菜になります。里芋を裏技で蒸しました。簡単なのは電子レンジだけではありません。味噌と絡めて本当のごちそうってこういうものかもしれませんね。このシーズン一番おいしいサラダはこの作り方です。そして野菜が使い切れないときはこの黄金比でつけましょう。日持ちする野菜が冷蔵庫にあると気持ちに余裕が生まれますよね。それぞれのお料理のポイントを丁寧にお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。私の自宅に届いたのはこのお野菜セット、自然栽培のお野菜だそうです。私は85農園と思い込んでいたら、これで発酵と発音して正式には発酵自然農園ということでした。最近自然農法とか自然栽培とかよく聞くんですが、何が違うんでしょうね。何でも農薬や化学肥料を使わないのはもちろんのこと、牛糞や鶏糞などの有機肥料も使わないそうです。そしたら何が栄養になるのと私など素人は思ってしまいますが、畑の微生物がお野菜を育ててくれるんだそうです。栄養価も高いそうですよ。美味しさはこれから作って味わってみますね。では作っていきましょう。野菜はすべて全部最初に洗いました。ほうれん草や小松菜は根元の先をほんの少し落として十文字に切り込みを入れて洗うと、根元に残っている砂も落ちやすく、捨てる部分も少なくて済みますよ。小松菜も同じようにしてくださいね。50度洗いでしばらくお湯につけていますが、農薬不使用なので水洗いでも良さそうなものですが、50度洗いは農薬が落ちやすいだけではありません。野菜を美味しくしてくれるので、美味しい野菜をより美味しく食べたいのでやってみました。50度洗いの詳しい説明はこの動画の回で説明しています。ぜひご覧ください。ではポトフからです。ポトフは肉と野菜をコトコト煮て、肉は取り出していただき、野菜と汁はスープとしていただくフランスのお料理ですね。今日は野菜だけで蒸し煮で作っていきましょう。玉ねぎは小ぶりだったので半分に切ります。人参は大きめの乱切りにします。じゃがいもは半分くらいか丸ごとでもいいですよね。鍋に野菜を全部入れます。塩を一振りします。味をつけるというより野菜から旨味を引き出す程度です。水を加えない無水調理もできますが、今日はちょっと急ぐので半カップほど水を加えてみます。水が入っていると最初は中火で加熱できるので、蒸気が上がるまでの時間を節約できます。鍋から少し湯気が出てきたら必ず弱火にしてくださいね。大きな火加減だと大切な蒸気が鍋から逃げて短時間でできるどころか、火が通らないまま鍋底が焦げてしまいます。ポトフの野菜を蒸し煮している間に、次はほうれん草の卵炒めです。フライパンに大さじ1の油を熱してざく切りにしたほうれん草を1束分炒めます。
このいい音がするぐらい熱することが大事なんです。塩を少々加えます。大さじ 2,3 杯の水を入れます。一気に炒めてざるに取ります。ほうれん草は尿路結石の原因にもなると言われるシュウ酸が多いので、私は茹でこぼすかこのやり方で一旦ざるに取ってこの汁を捨てています。次は卵を炒めます。油を大さじ2なじませたフライパンに塩、胡椒をした卵3個を炒めます。先ほどのほうれん草と合わせますが、卵に完全に火が入っていない時に合わせると出来上がりの卵がちょうどいい感じになりますよ。味を確かめ全体に塩、胡椒で調節なさってください。次は小松菜です。小松菜1束には少し彩りに人参の千切りも加えてみましょう。炒め方はほうれん草と全く同じなのですが、小松菜の場合はざるに取りません。アクが少ないからです。炒めた汁も野菜のうまみと栄養素なので、今回は汁ごと使っていきましょう。みりん大さじ1、薄口醤油大さじ1、昆布とかつおのだし汁 150ml を煮立てて漬け汁を作ります。大さじ1は 15ml ですよね。ですのでみりんと薄口醤油1に対して10倍のだし汁を加えればいいのです。野菜の分量が変わった時に覚えているととっても便利です。温かいまま合わせてしまうと小松菜の色が悪くなってしまいますので、少し冷ましてから合わせてください。翌日も緑が生き生きとした小松菜の常備菜になります。まだまだ作りますよ。レタスは食べやすくちぎって水気を丁寧に取っておきましょう。サラダはシンプルが一番です。今日のような野菜の香りがしっかりとするレタスにはオリーブ油とお酢、塩コショウが何より相性がいいのです。ドレッシングを作る手間もいりません。オリーブ油を回しかけます。よく混ぜて野菜の表面に油をコーティングする感じです。こうすることで後で塩を振っても野菜から水分が出にくく、シャキッとした野菜のままでいただくことができます。オリーブ油のだいたい3分の1ぐらいのお酢を振りかけます。そしてあとは塩、胡椒を加えればいいのです。今日はそれにこのシーズンの柿を加えてみました。レタスの爽やかな苦みと柿の甘みがとっても相性がいいので、ぜひ作ってみてくださいね。あと2品です。皆さんついてきてくださいね。里芋を裏技で蒸したと冒頭言いましたが、実はポトフのお鍋の中で蒸したんです。私は鯉のスープの時や薄口煮など蒸し煮をする時、ちょっとお鍋の上を曲がりします。ブロッコリーやオクラなどすぐ火が通るものはよくしていました。今回はこれを里芋に応用してみました。里芋は皮を剥いて食べやすく切り、塩を少々振ってぬめりを取り水洗いします。それをポトフのお鍋の野菜の上に乗せて一緒に蒸したのです。ほっくりと蒸し上がれば味噌と絡めます。練り味噌は風呂吹き大根スープの時に詳しく説明していますが、みりん大さじ2と味噌大さじ1で作りました。それに絡めてネギを振りかけます。皆さんもこの蒸す裏技、いろんなお野菜で試してみてくださいね。最後は薄口醤油漬けを大根と人参で作りました。拍子切りにした野菜をつけるだけなんです。今日は薄口醤油、みりん、お酢を 50ml ずつで作りました。すべて同量なんです。これを作るとき、やっと絡むかなっていう程度の調味液で十分です。だから器の中でつけると全体に絡みませんので、保存袋に入れて冷蔵庫で保管してください。 2,3 週間日持ちする優れものですよ。
最後に忘れそうになっていましたが、最初のポトフに戻りましょう。野菜が柔らかくなれば適量の水を加えてさらに10分ほど煮込みます。塩コショウで味を整えれば出来上がりです。オリーブ油を少し垂らすのもいいですね。今日はマスタードを添えてみました。私は全部ポトフにしないで、次の日は小さく切って味噌汁の具にしましたよ。今回お知り合いからいただいた自然栽培のお野菜セット。どの野菜も香りと味が濃かったです。ポトフの人参は特に私が子供の頃に食べた懐かしい味がしました。普段は無農薬だけにこだわっているわけではないけれど、やはり安心できるお野菜はとっても嬉しいですよね。でもその裏で生産者さんのご苦労が見て取れました。真面目に頑張っておられる農家さんを少しでも応援できたらと料理を作りながら思いましたよ。発酵自然農園さんにご興味がある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、また見てくださいね。最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたなら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。